嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか写像って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかじゃなくてあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。ジョネさんの動画を拝見しました。MC の加藤浩次さん、希望とおっしゃってましたが、2人とも言葉にご指導しました。個人的には日本が主導権を持って世界の市場が中心になる産業企業が生まれないと思うんですが、はっきり言ってどう思われますか。僕も生まれないと思います。これは国のもう規制の問題で生まれないと思ってます。なので、例えばじゃあその SNS というのは本来その国の会社がやった方がうまくいくんですよ。例えばその韓国の SNS とかでなんかダウムとかって韓国の会社がやって韓国人向けに韓国語でやってるんですよ。で、じゃあフランスのコミュニティとかっていうので、そのなんかルコワンとかっていうeBay みたいなやつなんですけど、それもやっぱフランスの会社がやってるんですよ。で、デイリーモーションもフランスかなという感じで、その要は文化と言語とコミュニケーションっていうのは、割とその国の人たちがやった方がうまくいくよねってあるんですけど、日本の場合は、日本の会社は潰す。ただ外国は文句が言えないからほっとくっていうのになって、なので、日本で一生懸命やっていたコミュニティというのはバンバン潰され、外国の会社が文句言われないから自由にこうやって、ユーザーを持っていくっていうのがあって、なのでツイッターとか、YouTube とか、あと Facebook みたいな感じで外国に持ってかれるっていうのがあるので、なので日本って基本的にはその日本人が日本で成功すると足を引っ張る文化なんですよね。なので、日本の文化の中でやっぱりそういうのは生まれないんじゃないかなと思うんですけど、例えばドローンって、もう今や軍事技術の中でも結構の割合を占めていて、他の国ではね。で、じゃあ、ドローンで配送とかやった方がいいよねとかっていうので、じゃあ軍事でも使われるし、配送でも使われるしっていうので、その未来のインフラを担う可能性がある技術なんですけど、日本の場合はドローンって良くないよね。なんか三社祭りとかで撮影してたやつがいるからもうドローン禁止しようぜみたいな。日本は不景気で、金銭的余裕のない企業、人が多いです。国内投資で 2% 利回りより、海外投資で 5% 利回りを狙うのが現状。国内投資しないと景気良くならない。お金の余裕ないから海外投資。国内不景気継続。世界のドローン市場は2兆円。日本がドローン規制しなければ大きな産業になってたかと。というので、もともとヘリのラジコンとかって日本が強かったんですよ。京商さんとか。っていうので、割とおもちゃの段階では強かったんですけど、でもドローンの時代になってしまったから、日本はそういう規制をしたせいで、結果としてもドローンの会社が日本でうまくやっていくっていうのが無理になっちゃったんですよね。なので、日本は日本人に厳しいですよ。で、例えばじゃあLINE ってなんか国産って言ってるんですけど、LINE はもともと韓国のネイバーっていう会社が、韓国ではうまくいかなかったけど、よし、日本の国産っていう会社ということにして、ライブダウを買収してやろうっていうので、結果として日本人のスタッフと韓国人のエンジニアを使ってうまくいったんですよ。で、ただ、うまいのが、今、LINE ヤフーっていう形になってるんですけど、日本だけではないので、なので韓国と中国とかの組織をうまく使って、やってるので、なので日本国内のルールでいくと微妙にアウトなところが、日本国内だけではないので、できちゃってるみたいなのもあったりするんですよね。たまにそれで行政指導食らってますけど。っていう感じで、やっぱり日本国内だけだと、何らかしらの行政指導で動かなくなるっていうので、なので日本だけじゃないから結果として、ラインヤフはうまくいってるっていう部分はあるんじゃないかなと思いますけども。あと優秀な経営者来ないよね。日産っていうね、借金が2兆円ぐらいあった自動車会社があったんですけど、フランスのルノーっていう会社が投資して、で、そこにカルロス・ゴーンさんっていう経営者が来て、で、そこで借金2兆円返して、毎年利益を上げる会社にしたんですよ、日産っていう会社を。ゴーンの呪いではなく、他の経営者が無能だっただけ、ゴーン氏を追い出して後釜についた西川博陣氏は不当な報酬を得て辞任。その後の経営者も無能しかいなかった日産。6年前の経営者であるゴーン氏のせいにするのはどうかと思う。ゴーン氏が来る前の日産は2兆円の赤字だしね。で、ただ無能なやつは切るっていうので、無能な日本人取締役が、俺たち切られたくないから、ゴーンが悪さしたっていうことにしようぜっていうので、
で、経済産業省に相談して、で、官邸が動いて、経産省と官邸で、カルロス・ゴーンさんを逮捕して、で、ものの見事に日産は赤字に転落して、今借金増えてるんですよね。で、結局、なんか日産はもう自分たちで赤字が多いからやってられないよって言って、三菱自動車に、俺の会社買ってくんねって言って、で、確かね、三菱自動車の役員が、なんか十何人で、年収2、3000万なんだけど、その赤字で潰れそうな日産はね、なんか役員待遇の人が、なんか60人ぐらいいて、で、平均するとなんか5、6000万とか年収もらってるんですよね。いや、潰れそうな会社の方が役員多くて、さらに給料が高いって。あ、見せたらホンダだ、ホンダ。っていうので、ホンダが嫌だよ、お前みたいなとこと組みたくねえよっていうので、で、なんか日産は、なんか、じゃあこの社長が悪いんだったら社長クビにするわ、みたいなこと言って、いや、別に社長のせいじゃねえよ、日産が悪いんだよっていう。そうそう、悪いのホンダですね、はい。っていう感じで、こう、無能が一生懸命、無能っぷりを発揮してるっていうので、なので、せっかくスカイラインみたいないいものを持ってたんですけど、でもそこら辺をこう、残念ながら無能な日産の社員が潰してしまい、で、そこの無能な日産の社員がコントロールできるようにしたっていうのは、やっぱり国が関与しちゃったなんですよね。カルロス・ゴーンさん一人が、本当に悪いやつだよねっていうだけであれば、まだなんとかなったんですけど、要するに国が動いてやっちゃったから、もうルノーとしても、手出したくないんですよ。首相官邸と日産の無能役員が組んでゴーン社長を微罪で逮捕。無能な役員が社長になる。日産の株価は 55% 下落。純利益 79% 減。日産。お金足りなくなる。銀行は無能にはお金を貸したくない。政府が日産の借金の保証人になる。損したら国民が負担。今ここ。要は次にじゃあまたルノーで別の経営者を送り込んで、でまたじゃあ官邸とか経済産業省のこと何かありましたってなったら嫌だから、もうなんか日産の立て直しをしたくないよね。で、外国の会社もやっぱり日産の立て直しをして、で、うまくいったらまたなんかこう難癖つけて追い出されて、もしくは逮捕されてってなる可能性があるんですよ。で、ただ逮捕されるだけだったら他の国は大丈夫なんですよ。例えばじゃあフランスですとかで逮捕されました。で、証拠はこれですとなると、釈放されて、で、裁判の時はちゃんと出廷しなきゃいけないけど、普通に生活はできるんですよ。でも日本の場合って、その容疑はおかしいっていうと、刑務所にずっと入れられるんですよ。で、カルロス・ゴーンさんの場合って、だいたい裁判終わるのに9年ぐらいかかるって言われてて、要するに9年間ずっと刑務所にいなきゃいけないんですよ。でも結構優秀な人なんですよ、カルロス・ゴーンさんって。で、奥さんが30代前半とかで、もし子供が欲しいんだったら、やっぱりあと3、4年で子供作らないと奥さん子供作れなくなっちゃうんですよね。要は、出所し、無罪でしたって言って、裁判終わって出て頃にはもう奥さんが40代後半ですって子供作れなくなっちゃうと。っていうのはありえないよねっていうのが他の国の感覚なんですけど、日本はこれやっちゃうんですよ。っていうのが分かってると、やっぱり他の国の優秀な人来ないですよ。っていう感じで、日本国内でこう会社を作ろうとすると、なんかいろんな規制をされて、日本国内の経営者は、例えば堀江さんみたいなので、他の会社がやってるようなことで難癖つけられて、刑務所に入れられたりとか、っていうので潰されて、で、外国人がやるとすると、なんか経済産業省とか、官邸とか動いて難癖つけて、で、逮捕されて、刑務所にじゃあ9年間入ってろ、みたいな。有罪か無罪か分かんない間ずっと刑務所にいろ、みたいなのになると。あと、ウィーニー事件みたいなので、ソフトウェア作っただけで刑務所に入れられて、で、それで無罪になるまで何年かもかかるみたいなのがあったりするので、なので、残念ながら日本国内で新しい産業を作るというのは僕はできないんじゃないかなと思います。ある程度優秀な若手が日本で産業を作ったとしても、途中から海外に行くっていうパターンになるんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault? Whose fault? Okay. Choose. Whose fault? 家帰るのやめましょう。辛いですよね。どこ帰るんですか